こんにちは、みえこです。今日はこのクロスのパターンのスリムなカバンを作りました。前回作ったカバンのちょっと小さい形です。裏は簡単に仕上げましたよ。それでは一緒に作りましょうね。最初に用意するのはキルト綿です。次に用意するのがスクラップ布はぎれです。小さい四角と大きい四角をセットで用意します。これを順番にクロスの模様のように並べます。少しだけ配色を考えて並べるといいですよ。配色が決まったらこのように1列ずつミシンで縫います。このように作ります。そしたら隣のこの布も同じようにミシンで縫います。全部縫い終わったら今度はキルト綿の上に縫います。で、一番端に寄せないでこのように少し端から5ミリぐらい離したところからこのようにセットしてそれでですね、一生懸命考えた配色がずれないように気をつけながら縫ってくださいね。
全部縫ったらプレスして余分なキルト綿をカットします。そして大きく作りたい時はキルト綿を大きくしてピース増やせばいいんですよ。次に裏布を用意します。今度は反対側の表ですね。裏も表も同じ布を使っています。入れ口だけ縫い代というか少し大きくカットしてありますよ。次にステッチします。今度はポケット作ります。ちょっと大きいポケットにしました。サイズは自分で調整してくださいね。返し口の穴を開けるのを忘れないでくださいよ。終了したらこのように布の角をカットして表に返します。そしてプレスします。で、入れ口のところだけステッチをしますよ。ステッチですね。裏と表両方できました。反対側の表にポケットをつけます。中心に簡単に印をつけて、裏に入る布にこのようにセットして縫います。終了したらトップを2枚合わせて裏と表間違いがないか確認してこの2枚を縫いますよ。で、縫う前にキルト綿や裏布が大きい時はここできれいに切ります。このようにみんな同じ大きさにカットしてくださいね。で、縫い代を隠すための裏布だけは残してくださいよ。そしたら
残っていた裏布で布の端を隠します。今度はカバン入れ口も同じように布の端を隠すようにこのように縫います。できたら表に返して今度はショルダーの紐を作ります。この縫ったのは布が足りなかったからです。キルト綿も足りないのでここで縫いました。で前回と同じようにキルト綿を半分に折って両サイドをステッチする方法で作りました。はい、できたらこのショルダーの紐を縫いますよ。最後にカバンの入れ口にこのチャイナボタンをつけました。そしてポケットの中もちょっと小さいチャイナボタンつけましたよ。はい、完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。